1180年、以仁王の領事により日本は大きく変わろうとしていました。平治の乱の後、伊豆へと流されていた源頼朝はその領事を受け取ったものの挙兵は保留。しかし以仁王が討ち死にしたこと、平家が自分の挙兵を警戒していることを知り、ついに源氏の棟梁が重い腰を上げるんです。はい、どうも皆さんこんにちは。前回は源義経についてお話ししましたが、今回は源頼朝についてお話しします。ほぼ同時期に別の場所で起こっていた話なので、義経が鞍馬寺から平泉へと行っている間に何が起こっていたのかという視点で聞いてください。まずお話は平治の乱にまで遡ります。頼朝は父義朝に従い、平治の乱を初陣として戦います。しかしご存知の通り源氏は敗北。父義朝とその仲間たちと一緒に東国へ落ち延びようとするんです。季節は冬ですから、吹雪の中の逃避行です。しかも戦いの後ということもあり、疲れた頼朝は馬の上で寝てしまい、視界の悪さも相まって何度か父とはぐれてしまいます。そうやって完全に父を見失ってしまった頼朝は近江の国へと引き返し、天の家にかくまってもらいます。そして雪解けを待った上で再度東国へと落ち延びようとするんですが、関ヶ原で平家側の人物に捕まってしまいます。こうして頼朝は平安京へと連れ戻されるんですが、清盛の母が除名を懇願したことにより死罪は免れ、伊豆の国蛭ヶ小島へと流罪となりました。当時は平家全盛期、もちろん周囲には平家の監視の目がある中です。とはいえ頼朝は多くの時間を死んでいった源氏の冥福を祈るためにお経を読んで過ごしたらしく、時間が経っていくにつれ頼朝の監視の目は緩んでいきました。周囲に配置された監視、その中の伊藤家に伊藤助親という人物がいました。ある日頼朝は伊藤家へと忍び込み、助親の娘に千鶴という子供を産ませます。助親はその間平安京にいましたので、娘の妊娠に気づくことはありませんでした。時は流れて助親が平安京から帰ってくると、助親は青ざめます。源氏の嫡流の子が自分の家から生まれてしまったんです。平家の怒りを買うことを恐れた助親は娘から千鶴を取り上げて滝に沈めて殺してしまいます。それほど源氏の死というのは危険視されていたんです。こういった状況で頼朝と結婚した北条氏の娘、北条政子は肝の据わった人間だったと言えるでしょう。助親の時と同じく父北条時政が京都に行っている間に頼朝と政子は親しくなります。京都から帰ってきた時政はもちろん結婚に反対し、政子を山木兼隆のもとへ嫁がせようとするんですが、政子の弟北条義時の仲裁によって2人は結婚、長女大姫が生まれます。こうして頼朝は強力な後ろ盾北条氏の力を手に入れるんです。この頃頼朝のもとへ手紙が届きます。以仁王の領事です。頼朝は慎重を期して様子を伺っていたんですが、領事を受けて2ヶ月後、ついに兵を挙げる決意を固めます。源氏は昔から東国を拠点としてたんで、関東には源氏に味方する勢力もいました。ということで神奈川、東京、埼玉あたりに住んでいる源氏一族に平家打倒を呼びかけて召集をかけます。源氏復興の第一歩は伊豆の国目代の山木兼隆、彼が標的でした。頼朝はこの日を計画実行の日に選びます。この日は三島神社の祭りが行われる日。山木氏は祭りに人員を割き、館周辺の警備が手薄になると考えたからです。戦いの前、頼朝は味方となった土肥実平、佐々木盛綱、加藤景門を一人ずつ呼び出し、他の人には言っていないがお前を頼りにしているぞと伝えます。本当は全員同じことを言われているんですが、言われた本人には分かりません。頼朝公は俺を頼りにしてくれている。全員がそう思い、身を引き締めて戦に臨むんです。頼朝は北条時政の太刀に残った上で、牛久王子から兵を動かします。まず狙うのは山木一族の堤信遠です。牛久王子を通って牛川に到着した時政は、佐々木兄弟に信遠を任せて、自分は山木の太刀へと進軍します。その間に佐々木兄弟らが堤の太刀を攻撃、守備よく信遠を討ち取ります。一方時政は山木の太刀で苦戦していました。この苦戦によりしびれを切らした頼朝は増援を派遣します。佐々木盛綱と加藤景門です。彼ら2人が合流したことにより戦況は変わります。そ
そしてついに戦いに決着がつくんです。こうして頼朝は山木兼高を討ち取り、平家討伐の初勝利を飾るんでした。頼朝は一旦土肥実平の所領へと移ります。それには理由がありました。かつて父義朝に仕えた三浦一族と合流するためです。三浦氏との合流は大きな鍵を握っていました。彼らは水軍を持っていたんです。水軍を持っているということは行動範囲が広いということ。行動範囲が広いということは様々な交流があるということ。つまり三浦氏は沿岸地域の武士たちと様々な交流があったんです。ここで三浦氏と合流しておくことは頼朝にとって重要な選択でした。しかもこの時すでに以仁王の反乱を鎮圧するために平等院で戦った大場景親の軍勢は反平家勢力を見張るように言われて東国へと戻ってきており、大場軍は伊豆へと進軍しています。軍勢を増やすという意味でも頼朝は三浦氏と合流しなければなりませんでした。こうして頼朝は相模の国土肥で三浦氏を待ちます。しかしいつまで待っても三浦氏は現れません。その間にも大場景親率いる3000騎の軍は伊豆へと向かってきているんです。じりじりと命が縮んでいく思いだったでしょう。そして23日明朝、これ以上待つことはできないと判断した頼朝は石橋山に本陣を置きます。その数たった300騎、大場軍の10分の1の数です。しかも相手は大場軍だけではありません。なんと南側から伊藤助親が300騎を率いて北上してきているんです。ただでさえ数で負けているのに挟み撃ちにされたらひとたまりもありません。三浦一族はまだか。頼朝がそう思っている時に500騎の三浦義澄軍が酒川川に到着します。こうなると戦況はまた変わります。今度は大場軍が挟み撃ちにされる流れだからです。この挟み撃ちが成功すれば頼朝軍にも勝ち目はあります。これを危険だと感じた大場軍は頼朝軍への夜襲を決行。戦いの舞台は石橋山。こうして石橋山の戦いが勃発するんでした。山での戦いは上にいる方が有利です。なぜなら下から山を登ってくる兵は戦う頃には坂道で体力を取られています。この時山の上にいたのは頼朝軍。数で負けているとはいえ三浦軍の合流まで耐え抜けば勝ち目はありました。しかしこの日は運が悪く雨が降っており、川の増水で三浦軍は石橋山へと向かうことができない状況でした。山の上にいるとはいえ圧倒的な兵力差により頼朝軍は壊滅。頼朝は杉山へと退却します。この石橋山の戦いは夜だったんで、暗い山の中に隠れてやり過ごそうとしたんです。しかし夜が明けると平家側の追っ手が来ます。こうして頼朝はさらに奥へと逃げ、通りがかった洞窟、人道の岩屋へと隠れ、息を潜めました。この岩屋での出来事は有名ですよね。平家側の追っ手、梶原景時が洞窟を覗き込み、そこに頼朝を発見するんです。しかし、景時は何も見なかったことにして頼朝を見逃します。源氏の勝利にかけたんでしょう。この時のこともあって、後にこの梶原景時は頼朝の側近となり、鎌倉幕府成立に活躍していくんです。その後、頼朝はしばらく箱根権現に隠れて、敵がいなくなるのを待った上で下山。土肥へ戻り、船を使って阿波の国へと落ち延びるんでした。そうやって到着したのが両島。ここで頼朝は先に到着していた北条時政と三浦一族と合流し、体制を再度立て直すんでした。後に活躍する和田義盛は三浦一族の仲間なので、ここで頼朝と合流します。さあ、いかがだったでしょうか。頼朝は大ピンチを迎えたものの、後に鎌倉幕府を支える有力御家人、北条氏や梶原景時、三浦義澄に和田義盛まで登場してきて、鎌倉時代好きにはたまらない時期の話ですよね。2022年には、鎌倉殿の13人という北条義時を主役にした大河ドラマが放送予定なので、今から予習しておくとさらに楽しめると思います。今から2022年が楽しみだよって人は高評価をお願いします。それではまた次の動画で。最後まで見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは日本史に出てくる場所を実際に歩いて学んだ情報を撮ってきた映像や写真を使って紹介しています。興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします。